新兵の諸君。まずは基礎的なバランス感覚を持っているものとする。バランス訓練でこうなる奴は論外。このブレードは高価で貴重かつ、操作装置訓練過程では怪我の恐れがあるため外しておく。操作装置の補助スイッチ上側か上下トリガーを軽く引き刀身をリリースする。技術が熟練してくれば、敵相手に飛ばしてダメージを与えることも可能だ。まずは操作装置の使い方。実戦の時はパニックになって誤動作を起こしがちなので、きちんと体で覚えておくように。上トリガー。アンカーを射出する。下トリガー。ガスを噴出させる。ハンマースイッチ。上下でアンカー射出方向を変更する。2つある補助スイッチの下側でアンカー射出方向の上下左右を切り替える。上側で刀身をリリースする。レバー。射出したワイヤーを巻き取る。離すとストップ。巻き取るスピードはレバーの握るようによって変化する。以上のことを踏まえて先輩の動作の一例を見てみる。この操作例は追ってから逃げるために、修正動をしている。操作装置の応用として実に良い例だ。一瞬過ぎて何をしているのかわからなかっただろう。ではスローで見てみる。前方向に慣性がついているため勢いをなくすかつ姿勢変化のための微調整をする。アンカーを真横に射出するために下段補助スイッチにて切り替える。前方方向への移動は完了したので次の動作に移行するためにワイヤーを巻き取る。巻き取りが完了したら、アンカーを真横に射出する。アンカーが確実にかかったことを確認する。ワイヤーに自分の体が引っかからないように常に注意すること。後方に勢いをつけて移動するために再度一気にワイヤーを巻き取る。以上の工程を全部脳内で計算して追っ手を先に行かせる。初見ではこんなことは無理だと思うかもしれないが、特に巨人との戦闘が想定される調査兵団志望者には、最終的にはこのレベルになってもらう必要がある。まずはバランス訓練のおさらい。両側のアンカーを適当な目標に固定する。そのままレバーを引いてワイヤーを巻き取る。あとは体幹でバランスを取る。続いて初歩的な移動。片方ずつアンカーを打っていく。本来であれば両側のアンカーを固定した方が安定するのだが、アンカーを固定する目標が少ない場合に限ってこの方法は有用だ。この訓練過程では片方が必ず固定されている状態なので、アンカーをミスしたとしても、時間的猶予が十分あるため、安全に木々の乗り移りができる、立体起動装置っぽい動作ではないが、感覚をつかむ基礎的な動作なので、しっかりと練習するように、高所から安全に降りる場合は、角度を浅めにアンカーを打って、ワイヤーを巻き取ると良い。続いてはワイヤーの巻き取り慣性を利用して移動する訓練。ここから事故による怪我が多くなるので注意すること。この場合、アンカーがどこにも打たれていない空想の状態が発生する。次に打つアンカーが正しく打たれなければ、数メートル下の地面に落ちることになる。常に次の動作のことを頭に入れて行動するように。これでもまだ、ガス噴射を使わない分まだ優しいと思え。次は先ほどの動作にガス噴射による動作を追加する。当然のことながら死亡事故が起こる可能性が出てくる。ガス噴射による速度はワイヤー巻き取り時の比ではない。速度が出た状態で障害物に叩きつけられれば、それは死を意味する。しかしながらこのガス噴射は、緊急回避や、アンカーをミスした時のリカバリー動作に使えるため、非常に重要なアクションである。巨人と戦う際にも、このスピードは大きな武器になる。鍛錬を怠らないように。さて基礎的な移動に慣れたところで、ブレードの使い方に移る。ブレードを引き抜く際に自分や仲間を切らないように注意すること。すでに座学で学んだと思うが、巨人のうなじの肉をそぎ取ることで絶命させることが可能だ。訓練では疑似的な標的なため簡単そうに見えるが、実戦では当然標的も動くため難易度は上がる。
さらに常に死と隣り合わせなため、極度の緊張と恐怖で、訓練の成果を出せずに死んでいった仲間も少なくない。当然ながらブレードは折れることがある。折れたブレードは肉を削ぎ落とすことは不可能だとしても、最後に飛び道具として使い切ることも可能なため、各々のタイミングで交換するように、ガス噴射と同時に切り込めば、敵に大ダメージを与えることも可能だ。余談だが、よくリヴァイ兵士長の攻撃を真似しようとする奴がいるが、悪いことは言わない。やめておけ。あれはリヴァイ兵士長だからできるのであって、そこいらの一般兵が実践できるようなものではない。兵士長の得意な回転切りだが、まず操作装置を逆さに持つことになる。持ち帰る時点で落とすリスクもあるし、ブレードで自分を怪我させる恐れもある。さらに逆さに持つということは、今まで人差し指で行っていたアンカー射出を、小指で行うことになるし、中指を使っていたガス噴射が、薬指を使うことになる。こんな器用なことは兵士長でなければ無理だ。だから絶対に真似をするな。といったところで、立体起動装置の基礎的な操作方法についての説明は終わりだ。あとは日々の鍛錬に励め。以上だ。ということで今回は、オキュラスクエスト2のゲーム、アタックオンクエストを使用して、立体起動装置の操作説明をそれっぽくやってみました。実際に VR でやってみると、本当に操作が難しく、調査兵団の凄さがわかります。ちなみにこのゲームも売られているものではないので、プレイするまでの道のりは難しいです。プレイしたいと思った人はググって調べてみてくださいね。以上です。このチャンネルでは、ゲームなどを適当に流したり、ガジェットをレビューしたり、プログラミングやハッキングなどの情報を発信していくつもりです。よかったら、チャンネル登録やいいね、コメントしていただけると嬉しいです。